大場さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、この夏場で、今の時期じゃないとっていうようなのっていうのはあんまないんですけど、これちょっとたまたま、うちの昔のお客さんのところから出たやつでですね、結構ほたりっぱなしにしてあるやつで、伸び放題になってるところ、そうでないところいろいろなんですけど、こんなんをちょっと今からちょっと中品っていうわけじゃないですけど、盆栽風にちょっと剪定をしていこうかなというふうに思います。はい。これは両方替えでですね。で趣味で作っておられた方のやつなんですけど、それでも頑張って作っておられる木だとは思いますけどね。でこうやってこれわざと多分伸ばしておられたんだと思うんですけど、こういうのを伸ばすことによって、下を早く太らせようというやり方ですね。で、それをもうちょっといらないとこから止めて、ある程度もうこのサイズで作っていけるようにしようかなというふうに思っております。でもみじ会での剪定の時にもちょっと説明したんですけど、今こう伸びててちょっとあんまりいらないこういうのはどんどんこう落としていってですね、間で止めるっていう話を前にもしましたけど、そのやり方でちょっと下の方ですね、あんまり切るとこもそうないんですけど、この下のやつも本当はいらないんですけど、そうすると芽がなくなってしまうのでですね、とりあえずこれをしばらく残して、この上の方からちょっと取っていこうと。こういうのですね。まっすぐしてるやつ。そうですね。あとこういうこういうのはもう芽ありませんので、こういう太いのは切って、あとこういう細いので作っていこうと。今の時期ギリギリなんですけどね、まだそうだな、もう9月もちょっと中旬近くなってきてるので、多分今葉刈りをするともう葉が出ないかな、次の。でもそれで枯れてしまうわけじゃないんですけどね。今年はあったかいんで出るかなという気もします。ある程度葉っぱがある状態でこうイメージを見ながらですね、取っちゃってもいいんですけどね。徒長枝を取っとくことによって、下を早く太らせるっていうやり方ですね。松なんかでもそういうやり方をしたりするんですけどね。早くこう下を太らせて作るというやり方ですね。
もう次に出たやつが紅葉本番ですかね。うん、だから本来はもうちょっと早めにやっとかないと葉が出ない可能性があるので、出ない時は来年までお休みですね。まあ結構愛好家の中では9月までは葉刈りをするっていう方結構いらっしゃるんですよ。まあ予想はどうかしらね、宮崎の場合ですね。でまあこれでちょっと少し針金をかけながらですね、枝を少しこう作っていくような感じでしていくと、まあ来年にはちょっと小さめの盆栽風の、これがまあ下がまっすぐじゃないと、またここちょっと取り木するとミニ盆栽のいいのができますけどね。これも同じような感じですね。これうまい具合葉が出ればいいですけどね、出なかった時はちょっと今年は紅葉なしですね。梅雨に入るぐらいからだいたい七夕さんぐらいをめどにやっていくんですけどね。と2番目の葉っぱの方がまあ比較的丈夫やというふうには言われますね。まあまだ今台風もまたできてきてますのでね、これからもうちょっと本格的な台風が来ると鉢が割れたとかそういうのがまあこれから出てくるとは思いますけどね。棚から下ろしとくだけでも違うんですけどね。
まあ本来はですね、大体梅雨に入るぐらいから七夕さんぐらいまでにこういう葉刈りとかやるんですけど、地方によっても違うかもしれないですが、結構この辺では9月いっぱいぐらいまで結構がっつりこういう葉刈りをして、葉刈りをすることによって次に出てくる葉っぱはちょっと小さくなるとかいうのがあるみたいでですね、葉刈りを繰り返すっていう方結構愛好家の方でいらっしゃるんですけど、あとはその地方でちょっと時期的には違うかもしれないですのでね、大体この辺では今の時期切ってもまだ芽は出るというふうには言われておりますね。さっきちょっとこう伸び放題になってたのをちょっとこじんまりしましたんで、これは先々来年でももしここを取り木すればですね、ちょっとしたミニ盆栽のちょっとちっちゃいのが今度は作れると思いますので、またその時期までこれが残っていればですね、またそれもちょっと来年年明けて春先ですね、ちょっとやってみるのも面白いかなというふうには思います。大和さん最低何回その初見はいや本来は1回でもいいんですけど、難しくやる、またいろいろやり方ありますけど、1回やっとけばですね、大体七夕さんぐらいまでにやると、その後に出た葉っぱはちょっと、傷みにくいってわけじゃないんですけど、夏の一番暑い時期にちょっとまだ葉が出ないのでですね、そういった意味で2番目の方が丈夫やとはよく言われるんですね。でなんでそんな風にするかいうと、要は葉が傷んでしまうと秋の紅葉が綺麗じゃないので、それを綺麗に見るためというのも一つありますね。で葉っぱが葉刈りをすることによって葉が小さくなるって言われるんですけど、また来年は同じ葉っぱが出てきますからね。だからもともと小葉性っていうか葉の小さいのを選ばれる傾向が最近は強いとは思いますけどね。結構葉刈りを繰り返して葉を小さくするっていう方いらっしゃるんですよ。持ってらっしゃるのでバーッと伸び放題のがあるとちょっと剪定してやってみるのも一つの手ですね。今の時期にちょっとできるというやり方ですね。あと今年夏はちょっとだいぶ暑かったので、いろいろ盆栽を傷めたからしたっていう方もいらっしゃるとは思うんですね。でやっぱり基本は水かけが大事なんですけど、今年これほど暑いとですね、本来暑さに強いはずの松なんかでも枯らしたという方が結構いらっしゃるんですね、聞くところによるとですね。でやっぱり普段通りのやり方をしてて、今までは大丈夫だったんだけど今年はっていう方は結構聞くもんだからですね、やっぱりどうしても水が足りなければ枯れますのでね。あと水のかけすぎっていうのもちょっとちらっと聞いたりはするんですけど、本来水のかけすぎいうてあんまり頻繁にやらない方がいいって言いますけど、結局やってないで乾いてしまったらですね、そこでとどめさしますので、やっぱ水はこまめに乾いたらやるっていう繰り返しの方がいいとは思いますよ。でそれかあとはちょっと遮光ネットみたいなのを利用するという手もありますね。こういった落葉樹に関してはそういうネットを使うか、あとはお庭がある方でちょっと大きい木があると、そういうところのちょっと下に棚を作るとかですね、そういった風な形で夏の直射をちょっと避けるような工夫もしてあげるといいかと思いますけどね。はい、ありがとうございました。